そのちょっと前提の整理なんですけど、C 向けに商品開発していきたいっていうところの経緯、僕が思うにもう 2B 向けは、もう酪農向けにコツコツ営業をかけていくっていうところで、プラスもう価格的な優位性があるんで、ある程度その市場は取れるだろうっていうところがある、でさらに、そんな酪農っていう市場も限られているんで、トップラインももう見えてる。だから早めにもっとパイのでかい C 向けに商品開発を今のうちに仕込んでおきたいっていうところかなと思うんですけど、その認識で合ってますか？はい、おっしゃる通りで、我々の商品 2B で卸させていただくのも、可能ではあるとは思うんですけれども、2C で広く弊社の商品を手に取っていただけたらいいのというふうに思ってますので。じゃあ売り上げ上げていきたいってことですよね。売り上げはもちろん上げないとやっぱ企業として存続できないというのはもちろんその通りだと思うんですけど、専門的なことは分かんないんですけど、このヒマラヤ岩塩って輸入してる会社さんって日本にいっぱいありますよね。でも御社は一番安いわけですよね。でそれをその御社でひっくり返したら売り上げ爆上がりするんじゃないですか。そうですね。もう本当に日本中のヒマラヤ岩塩をリプレイスできる能力はあるとは思うので、コツコツ 2B で営業していくっていうのはもちろんできるかなと思うんですけど、独自で商品を作ることができたら、なおさらいいのかなっていうところもあったので、今までいなかった商品が出来上がる可能性があるんじゃないかなというふうに思ってまして、ちょっと一個気になってたのが、安いので、今まで岩塩を手に取ることができなかった層にも届くっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、そんな届かないほど高いんですか、岩塩？一般的には例えば 100g で通常のスーパーですと300円から250円ぐらい、普通の食塩からすると2倍3倍の価格になってしまうというところがあるので、やっぱり2倍も差がついてしまうとかなり消費者としても手に取るっていうのが億劫になってしまうのかなというのがあるかなと思うので、やっぱ価格的に安かったとしても健康意識とか美容とかそういう意識が高い人に、2C 向けで商品を何かしら提供していきたいっていう感じです。美容用であったりとか健康用で商品開発たくさんされているんですけれども、そういった層にかなり人気がある商品ですので、ずっと健康ブームだとは思うんですけど、健康だったり美容とかがやっぱり見直されているっていうところがあるので、それが岩塩がその一助になったらいいかなというふうに。じゃあオファーします。多分商品開発していこうと思うとブランド作りが肝になってくると思うので、ブランド作りのお手伝いっていうところと、そこの商品開発をした後の EC のマーケの支援っていうのをさせていただければなと思います。金額はどうですかね。最初のブランド作りのところから EC の支援までで、だいたい月40万から50万くらいが支援金額になってくるかなと思います。売り方の戦略としてなんか一案とかもしあれば。そうですね、めちゃくちゃウルトラ C みたいな感じじゃなくて申し訳ないんですけど、最初こういうの売っていこうと思うと、既存の EC モール、楽天とかヤフー、Amazon っていうところから攻めていって、ユーザーのインサイトを掴んだ後に自社で EC サイトを作っていくみたいな感じになるので、もうあるあるの販路から攻めていくっていうような感じになっていくんじゃないかなと思います。お話します、私今動画制作とか YouTube の運用ですとか、BGM 制作とかその SNS に関することをやってるんですけども、その中でさっきのお話に上がった岩塩プレート結構魅力的だなというふうに思ってまして、やっぱ食のジャンルっていうのはもう万人受けするというか、誰が見ても受け入れられるジャンルだと思うので、そこでこういった食の楽しみ方があるとかっていうようなチャンネルを作って、そこで動画を出していくのがいいのかなというふうなご提案をさせていただきます。で、金額なんですけども、ちょっとまずはミニマムな感じになるんですけども、ロング動画を月に4本で、20万円で一旦考えております。ちょっとなんかもし一案あればお伺いしてみたいんですけど、どういう動画の内容になってますかね。そうですね、今お話ししたその岩塩プレートで楽しめる食材をちょっといろんなもので試してみたりとか、それこそ先ほどの美容のお話で実際にそのバスソルトを使ってこういう風に変わったっていうのが、美人の方と食っていうジャンルでも一気に認知拡大を狙っていくみたいなイメージをしておりました。ありがとうございます。はい。ちょっと自分からもオファーいいですか。自分からは自分が今、アプリ開発とかシステム開発っていうところを得意にしているっていう背景もあって、ウェブマーケ系を提案させていただければなと思います。ちょっと商品企画開発とはずれてちゃって申し訳ないんですけど、その商品ができた時に、どうやって売るんだっけみたいなところを広告運用だったりこっち系でお手伝いできればなと。で、大体費用としては本当にどんぐらいかけていくかだったりステージ感によってだいぶ変わっていくんですけど、30万とか50万ぐらいから最初始めていければいいなと思ってます。よろしくお願いします。例えばどういった媒体で
宣伝していくと思うんですか？まず最初はインスタグラムが結構いいんじゃないかなと思ってます。理由としては主婦層だったり、いわゆる塩を 2C で売った時の購買層が見てる可能性が一番高いっていうのがインスタグラムだと思っているので、おそらくインスタグラムを最初にやるのがいいんじゃないかなとは思ってます。すみません、私ノットオファーです。すみません。理由なんですけども、すごく偉そうなちょっと回答になって申し訳ないんですけども、この短時間なんですけど、お話しさせていただいて、なんかご自身がどうされたいのかっていうのかがなんかあんまり正直見えないところがありまして、まず商品開発を本当にしたいっていうんであれば、まずうちはもう商品開発できないですし、その会社の売り上げを上げていきたいっていうのであればお手伝いはできるんですけども、なんか聞いてる感じなんか、そんな感じでもないようにちょっとお見受けしまして、岩塩を広げていきたい、世の中に広げていきたいと。であればさっき私ちょっとお話しした日本中の今流通しているその白い塩を、そのピンクの塩に変えたらいいとお話しさせていただいたんですけど、それをしたいっていうんであれば塩のメーカーさんとかに営業かけて、そんなに金額もかからない、でも栄養素はすごく高いんでっていう提案をそういう商品開発にアポ取ってすればいいと思うんですけど、なんかあんまりその話されてもピンとこえてなかったので、なんかそこじゃないのかなっていうので、どうされたいのかが正直すいません、あんまり見えなかったので、はい、っていうのが合理になります。すいません。ありがとうございます。仮になんですけど、例えばさっき売り上げ上げる場合であればなんか案があるよっていう話だったと思うんですけど、でも案っていうか、日本で一番安く輸入できるって話じゃないですか。で日本に多分ヒマラヤ岩塩で大量に輸入してる業者さん多分いっぱいあると思うんですよ、卸の業者さんですよね。そこを即御社に切り替えたら爆上がりしますよね。単純、そんな簡単な話じゃないかもしれないですけども、簡単に考えたらそうですよね。そうですね。はい。その塩置物にするみたいなありましたよね最初。そうですよ。なんかインテリアだったり風水みたいな。はい。っていうことで使用される方も。はい。それって塩である意味って何かあるんですか？いや、多分見栄え的なものになってきたりとかするかなとは思います。はい。なんかどうせだったら、その方が高単価なんでプロモーションの幅が広がるかなってちょっと思ってお伺いさせていただきました。ありがとうございます。風水だったら塩って結構邪気払いとかでも使われるんで、そういう観点でも広げていけるんじゃないのかなと思います。めっちゃいい。はい、オファーします。はい。2C、2B 向けでコーチングをやっているんですが、クライアントさんでサロン経営をされている、チーム組んでるっていう方がいまして、で彼女が自社の化粧品を開発して販売してるっていうのを聞いたんで、ちょっと今バスソルトとかこういうソープ系と化粧品ってちょっと同じラインで作れるかっていうのが分かんないんですけれども、そこをご紹介できるのかなと思いました。ただそのメリットが安価っていうお話しかなかったので、やっぱそれプラスアルファのどういうメリットがあるのかなっていうのがちょっと見えてこなかったんで、その点はもうちょっと深めていきながら、はい、そこはですね、やっぱり商品開発していく中で、例えばこういう効能があるよってだったりとか、消費者が使ってみた感想でこういう違いがあるよっていうところはつなげられるかなというところがあるので、商品開発した後に作れる優位性もあるのかなというふうには思います。はい、で先ほどのオファーの収益なんですけれども、ちょっと開発の初期費用がねどれぐらいかかるのかっていうのにもよってなんですけれども、初期費用はちょっと別途っていうところで、収益の折半っていうので考えています。ありがとうございます。すみません、これから決断みたいな話になってくるんですけれども、実際問題竹之下さんがおっしゃってたことっていうのが、我々としても感じていることっていうのがあって、実際何したいのかっていうのが見えてこないっていう部分が、正直多分オフィサーの方々多分それぞれ全員あると思うんですよね。なんかお前が言うなやって話になるかと思うんですけど、商品開発でお願いしますっていう感じやったんで、何がしたいかわからないみたいなのは多分最初から制作側としては感じられたのかなとは思っていて、制作陣の中で何がしたいかわからないっていうところがもしあるのであれば、最初の段階でお断りいただいた方が良かったんじゃないかなっていうのが僕の正直なところなんですけど、チャンネルの趣旨とあんまり合ってなかったんじゃないかなとは思うので、先ほど澤田さんの紹介の件だと、例えば澤田さんが商品開発をする会社につなげていただくみたいなイメージなんです。それで言うと紹介するのもメーカーじゃないんですね。サロン経営やっていて自社商品を OEM で作ってるところなので、化
結果として商品開発っていうところができる方がいらっしゃらない、オファーがないっていう部分で何をしたいのかみたいな、実際今どんな想定でいてとか、なんか漠然としている中でのイメージみたいなのもゼロですって言ってここに来られるわけがないと思うんですよ。バスソルトだったりとか、美容とかに入っていくのが一番いいかなと思っているんですけど、オフィサー側のオファーと今プレゼントソフトで明日契約を交わすってなった場合どういう契約内容になるのかなっていうところも今整理したいなと思ってて、実際問題商品がないところで、例えば桑原さんの場合ですと、商品がない中での動画制作っていうところで商品が現時点ないのに契約できるオファー内容なのかどうかっていうところです。明日すぐに契約できる内容じゃないとダメだよねってことですか？ダメってわけじゃないですけど、商品がない中で動画制作って言ってもどんなコンテンツになるのかって多分全然イメージ湧かないじゃないですか。ってなってくると、じゃあこれ今のご提案でオファー受けますってなった時に、じゃあ明日契約しましょう、ってなった時にどんな契約内容になるんですかっていう話ですね。それめっちゃおっしゃってることは分かるんですけど、それに対する対処って提案内容を変える以外の対処方法それないなと思ってて、僕はそもそもこの仕様で何か機能的に差別化できるかっていうと、そうじゃないと思ってて、コスト面でそんなに押し出していくかっていうと、それはちょっと商品開発がかけ離れていくので、じゃあできることって言ったらパッケージ、ブランドを作るぐらいしかやることないって最初から思ってたので、そうなっていくとブランド作りの手伝いっていうのを、いかに今既存の事業とつなげてちゃんとポジションを取っていくかっていうところのマーケティングの上流のお手伝いで、そこからブランド作りで、ぶっちゃけ塩作るなんて誰でもできるっちゃ誰でもできると思うので、物があって崩すだけなんで、それは別に工場適当にどっか見つければいいんで勝手にやってもらって、でそこからもう物ができたら販路を整えてあげる EC でっていうイメージを僕はしてました。商品開発って言えるほどのものがそんなにあるのかなっていうのは。プレゼンターの漠然とした商品開発をしたいという主張で話が平行線であったため、番組はあくまでも商品開発をしたいという前提の話から広がらないのであれば、開発に直接つながるオファー以外は将来の不確定要素が大きいため無効であるという判断・調整となり、今回は特別不成立で商談が終了した。